メインバス。言わずと知れた工場形態。今回はメインバスがバー 2.0 で受けた恩恵を見よう。今映ってるのがメインバス。モールがないね。モールって作るの面倒じゃない。最上流で高速インサータを作ったのが後で赤基板でバルクインサータになったり、素材のグレードの違いも悩みの種だよね。まあやりようはいくらでもあるけど、その辺が改善されるという話なんだね。その通り、今回はメインバスのモールが最強という話をするよ。それじゃあ、解説をよろしくお願いするわ。ゆっくり解説していくので。さて、まずはメインバスの基礎を確認しようか。バスと呼ばれるベルトの集合があって、工場はバスから素材を引き出し、完成したものはまたバスに入れる。完成したものはまた次の材料となる。これが基礎の基礎だね。ということはだ。すべてのアイテムはメインバスと工場の間でやり取りされる。つまりバスと工場の間。この細い一直線の部分にすべてのアイテムが存在するってことだね。この世のすべてをそこに置いてきた。世は素材ちょろまかしメインバス逆流時代を迎える。字面が最悪なのよ。ということで、メインバスから適して適量をちょろまかすベルトを設置。モールは最初に作りたいということで、最上流にある想定だね。すべての素材があるということは、すべてのアイテムを作れるということです。なお流体。さてそろそろ視聴者さんも退屈だろうし、先に動いてるものを見せちゃおうかな。モール稼働スイッチをオン。逆流ベルトに隠し材料が流れ始めた。この辺の3台で全てを作って、ここのチェストに完成品一式を入れる仕組みだよ。今回は未知のモッド環境に持ち込めることと、物流システム解禁までを支えるのがテーマだね。素材の保持にベルトを使う、選別回路を使わないあたりがそれだね。おもむろに32倍速。完成品チェストを開きながら眺めよう。組み立て機はレシピを切り替えながら、まずはベルトなどの基本品から作成。このレシピ切り替えが 2.0 の新機能。個別の組み立て機を並べてもいいけど、こっちのが寿司ベルトが短くて動きがいい。寿司ベルトもベルト全体を読めるから、不整合のリスクが高い論理在庫やケーブル全接続から解放されたね。ニコちゃん、地味に寿司ベルト否定派だよね。ダメではないし、使う自体を楽しむのも良いことだけど、複雑なことをすれば上等ではないよねって。上等をぶるために本質を見失ってはいけないと。ここで下の組み立て機がやや不調。上の組み立て機が鉄筋を作るまで木は生産できない。まあ待たされるけど、デッドロックはしないよ。上の組み立て機ほど買い素材を作る設定にしてある。デッドロックは依存関係のループで発生するから、どの組み立て機が何を作るか気をつければ問題なしと。ここでテストの中身を見ると、例に出したバルクインサートなどなど、赤基板を使うものも生産できてるね。ポンプや自動車も入ってきた。パイプやエンジンユニット、地味に面倒。エンジンはともかく、遠距離の高級素材を使うモールは無事できましたと。この後組み立て機3まで作るよ。いや、作れるものだね。すべての材料と寿司で全てを作れる。それは当たり前だけど。その材料集めがメインバスでは簡単だね。緑パック後すぐ作れるのも嬉しいところだ。安くて早くて安心ね。だいたい完成したので、あとは構成を軽く紹介するよ。下から順に。まずはメインバスから取り寄せるアイテムの指定。これをベースに作り始める感じだね。動作のメインスイッチ。工事中にベルトの読み取りがグルーとプチ3時だから、工事中は停止しないとね。プチ3時、VTuber 事務所かな。最終的な納品物を指定するやつ。それって供給チェストだね。供給大好き。あとは組み立て機ごとに作るものの設定。
個数はベルトに流す数だから原則1個、もしくは上位レシピで必要な数。組み立て機は1回制作完了まで、もしくは30秒間レシピを維持してリセットだね。制作完了を検知する前に2回目の制作が始まるのはご愛嬌。放出はリセットじゃなくて材料待ち中のレシピ維持なので。まあどう動いてほしいかは自分で模索してね。回路以外でも大量に使うこれは専用ラインを組みたいとか、こうした方がブループリント作りやすいとか、そういう余地も残してますね。解説用の工場なんて手抜きサンプルでいいんだよ。諸説ある。以上、2.0 とメインバスは噛み合って便利という話でした。魚は身と皮の間がうまいという話だった。だってこれはバスの話だからね。もうええわ。どうもありがとうございました。